こんにちは、村雲です。先日、富士スピードウェイにて開催されたスープラの全国オフ会に参加してきました。今回の動画では、そこで行われていたカスタムカーの展示や MGCO の市場などの様子をお届けします。それではご覧ください。こちら全国オフ会の様子となります。会場には70、80、90といった歴代スープラが集結しており、オーナー同士での交流が行われていました。今年は天気が良かったのですが、午後からは少し雨が降ってきてしまいましたね。去年も雨であり、若干私自身雨男な感じですので、私のせいでしたらすみません。イベントとしては、開会式に始まり、イベント主催者の方の挨拶や、スープラ開発責任者の方の挨拶などがありました。スープラオーナーの方の生の声を聞いていただき、開発に反映されているようなので、今後のスープラ開発が楽しみですね。開発サイトの方も来られていたということもあり、トヨタ公式のご好意で、スープラ MT の試乗会や GT4 車両の展示、また、カスタムメーカーからのコンプリートカーの展示も数多く行われていましたので、GR スープラを中心に紹介していきます。まずは、トヨタ公式が用意いただいた MT 仕様スープラになります。会場には MT 仕様追加に伴う電磁回路で追加された新色のスープラが展示されていました。こちらのマットホワイトは過去動画で紹介済みですので、その他の色を紹介していきます。こちらが新色の一つのドーンブルーメタリックであり、新色の青系カラーとなっています。もともと設定されていた紺色系の青と異なり、レクサスのヒートブルーを少し明るくしたようなカラーリングとなっていました。個人的にスポーツカーといえば青といった印象があり、AQ-R 発売当初にこのカラーがあれば、今所有しているアイスグレーと相当悩んでいたことと思うほどに非常にかっこいい色合いとなっていました。続いてがグレー系のボルカニックアッシュグレーとなります。こちらの色合いとしては昨今流行りのソリッド系のグレーとなっており、今回の改良で追加された単内装のシックな雰囲気に合ったスポーティー感だけでない大人な感じの色合いとなっていました。ちなみに話を聞くところによると、今回の天気が曇りだったのでそうは見えませんでしたが、日光の下であるとソリッドカラーであるにもかかわらず、ボディの陰影を強調させる濃淡ある表情を見せてくれるカラーリングだそうですので、このカラーは屋内でなく屋外でご覧になることをお勧めします。それでは早速、この MT 仕様に使用させてもらった際の様子をお届けします。コースとしてはご覧の通り、スラロームであったりストレートが少しあったりといった会場内の直接コースであり、こちらを2周させていただきました。順番回ってきましたので、私の走行の様子をお届けします。少し短めのコースであり、スピードもそんなに出せるわけではありませんでしたが、非常に貴重な経験をさせていただきました。感想としては、やはり IMT の制御の緻密さに感動しました。正直なところ、4速まで入れる必要のないコースではあったのですが、そのシフト選択のミスも車側がカバーしてくれたりと、当初導入しやがった理由に挙げられていた
大トルクの車の MT 操作は難しく、気持ちよさが犠牲になってしまうといったネガティブな面が車側のサポートで払拭されており、直録エンジンを自在に操る感がかなり増していました。抽選外れてしまったことが悔やまれますね。その他カスタム仕様を紹介していきます。こちら、富士スピードウェイでの開催ということもあり、スープラのセーフティーカー仕様が展示されていました。こちらもブルー系ではありますが、限定カラーのホライズンブルー仕様となっており、ブラックカラーのホイールとのコントラストがいい感じですね。ランプの追加とセーフティーカーのロゴがカフに配されているのが特徴となっています。内装も地味に改造されており、ブリッドのシートが取り付けられていたのが面白かったです。そのセーフティーカーの後ろに通常のホライゾンブルーのスープラが止まっていましたが、皆様お分かりでしょうか？実はこの車、通常仕様じゃありませんでした。よく見ると、本来の組み合わせではないネジ改良後のホイールが装着されていることがお分かりになるかと思います。関係者の方にお聞きすると、この車は年次改良実施前の公道走行試験車両とのことで、年次改良前の車両をベースにパーツを取り替え、公道を走行することで、その効果を確認するための車両だったそうです。皆さんの街中で見かける車両も、実は開発車両だったということもあるかもですね。続いてが、かなり有名な仕様である、ワイルドスピード仕様の GR スープラになります。こちらはドライバーのキャラクターに合わせて、オレンジカラーとブラックのラッピングが特徴となっています。オレンジのカラーリングとしては、マットな色合いとなっており、派手なカラーリングでありつつも、レーシーな雰囲気が損なわれていない絶妙な色合いとなっています。作中で使用された装備もそのままとなっており、スープラ乗りとしては次回作にもぜひとも登場してほしい車両ですね。続いてがスープラのサーキット仕様になる GT4 車両になります。こちらはサーキット専用車であり、GT4 と言われるレースのカテゴリーの規格にマッチした車両となっており、実際に購入可能な車両となっています。やはりレース仕様ということで、エアロやウイングも空力優先の大きなものがついており、冷却対策としてグリル内やボンネットダクトも開放されており、いかにもレース仕様であることを主張しています。ただ GT4 カテゴリーの規定において、ベース車両から追加でカスタムできる部分が規定されているため、スーパー GT などの車両ほどのカスタムはなく、ベース車両の素性の良さが重要となるカテゴリーであることがよくわかります。こちらがエンジンルームとなっています。ご覧いただいたらお分かりになるかと思いますが、ノーマルのスープラの仕様とほとんど違いが分かりませんでした。ECU 注意により馬力が上がっているそうですが、こちらもレースごとに規定があり、場合によっては出力制限がかかるそうです。ここでもベース車両の冷却性能などの素性の良さが効いてくることがよくわかります。また、ご好意で内装なども見せていただくことができました。こちら GT4 車両のトランクであり、当然ですが、ウーファーなどは取り外されており、おそらくですが、燃料タンクなどがトランクにあることが印象的ですが、トランク自体にそこまで大きな手を加えられているという印象ではなく、この少し狭い開口幅がベースのボディ剛性を底上げしているであろうことがよくわかります。最後に内装になります。内装に関しては、ハンドルやシート含め、さすがに別物であり、カーボン素材が対応され、無駄の省かれたスパルタな仕様となっています。いかにも戦いのための車という感じがしますね。続いて、パーツメーカー様のカスタムカーを紹介していきます。まずはクールレーシングのコンプリートカーとなります。特徴としては、クールさんオリジナルのワイドボディキットであり、もともとロー&ワイドな仕様であるスープラがエアスツも相まってより強調されたド派手な仕様となっています。追加パーツによりエッジ部のシャープさも強調されており、4本出しマフラーや巨大なトランクスポイラーの通過によってリップ仕様ではなくレーシーさも強調されています。地味に海外仕様の車がベースとなっているため、
レッドのゼザー仕様が見れたのも貴重な経験でしたね。続いて、こちらがベッツブースに展示されていたスープラとなっています。特徴としては RN55M のホイールが装着されている点であり、ブラフホイールが足元を引き締めるとともに、ブルーがかったカラーリングがスポーティー感も演出しています。その他、個人的に着目した点がエアロパースであり、この車両のサイドスカートとリアスポイラーには、マックスオルダさんがプロデュースのパーツが取り付けられており、リップスポイラーは装着されておらず、サイドスカートのみ装備されている状態である点です。実は私はこのエアロの組み合わせを再現しようと考えていたため、結構参考となりました。もちろん会場のオーナーさんの方のカスタム仕様も非常に参考となりましたが、公開の許可は得ていないので、紹介は控えます。こちらが小倉クラッチさんのブースの展示車両であり、特徴はボンネットにクーリングダクトが配されたものが取り付けられていたり、ブラックルーフ化やカーボンドアミラーの採用が挙げられます。細かなカスタム中心となっていますが、ルーフのブラック化などをすると、一気に引き締まることがよくわかる例となっていました。続いて、サードさん仕様のコンプリートカーになります。おそらく一番派手なスープラのコンプリートカーであり、カスタム規模も一番かと思います。特徴的なアイラインに加えて、エアダクトが開口されたボンネットや、オリジナルの原型がほとんどないサイドシルエットなど、スープラの車格をワンランク上げるコンプリートカーであると言えます。サードのウィングを装備されている車両は、オーナー車のゾーンにありましたが、さすがにコンプリートカー仕様はありませんでしたね。一度は走っている姿も見てみたいものです。こちらは HKS さんのブースの展示車両であり、こちらの車両の特徴としては、エンジンルーム内のカスタムとなっていました。装備されていたのは、カーボンのエアクリーナーボックスとパワーエディターであり、これによりスープラのエンジンのパワーアップがなされており、また、最近発売されたゴルフメーカーとの協業で話題があったカーボンブレースが装着されていました。こちらはボディ合成に加えて、カーボンのしなりを生かした乗り心地の改善が実現されているそうです。私自身 DIY でブレースを追加したことがあり、その効果を実感することができましたので、機会があればぜひ試してみたい商品です。いろいろカスタムカーであったり、皆さんの車を見させていただいている中で、次に取り組みたいなと思ったカスタムが車高を落とすことですね。こちら、私の車と前にたまたま止められていた方の車の比較ですが、ちょうど純正車高と車高をいい感じに落とされた車の比較となっており、この比較を見ると、車高をいい感じに下げた際の見た目がすごくかっこいいことがよくわかります。これを見てしまったら、自社の車高も避けないわけにいかないと思ってしまったので、近いうちに HKS さんのハイパーマックスツーリングで車高を落としに行きたいなと考えています。どなたか愛知県内でこの作業の実績のあるショップをご存知の方おられましたら、コメント欄で教えていただけるとありがたいです。今回のイベントも昨年同様楽しめましたし、昨年よりもオーナーの方たちと積極的にコミュニケーションができました。話しかけていただいた皆様、ありがとうございます。いろんな話やカスタムカーを自分の目で見ることができることは貴重な経験ですので、非常にありがたいです。このような貴重な場を用意いただいた運営スタッフの方々に改めて感謝申し上げます。来年も参加させていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。